アニョハセヨココロです。今日は8月に一つのお仕事のためだけに行った韓国旅行の Vlog を編集してみました。めちゃめちゃラフに撮ってしまったので、編集も結構ラフな感じで行こうと思います。超弾丸だったのでホテルも抑えず、飛行機のチケットを渡韓する1週間前に取りました。関空には夜に着いたので夜ご飯を食べようと思ったんですけど、どうしてもハンバーガーが食べたくなってしまってマクドに行きました。私サムライマック初めて食べたんですけど、美味しいですね。今までハッピーセットとチーズバーガーしか食べたことなかったです。この前おすすめされて照り焼きバーガーは食べましたけど、やっぱりチーズバーガーが好きです。あとポテトはカリカリよりシニャシニャ派です今めちゃめちゃ綺麗な画質で見れてると思うんですけど、実はこの旅でカメラを壊しまして、撮った動画がほとんど消えてしまったんですよ。なので今回は縦で撮ってた動画を混ぜてお届けします。すみません。ほんまに今回グダグダになってしまいました。行きしの飛行機が6時発だったんですけど、1時間遅延しました。トリップドットコムさんのアプリで飛行機を予約してたので、遅延するっていう通知がすぐ来て、ハンバーガーをゆっくり食べれました。今回もハトちゃんを連れて行きます。1時間遅れで空港に着いたので9時に到着したんですけど、そっからまさかの入国審査が夜やったのにめちゃめちゃ混んでて1時間ぐらい並びました。なのでインチョン空港を出たのが10時ぐらいになります。でも荷物は預けてなかったので、これでも早く出れた方だと思います。夜遅かったんでちょっとしんどかったんですけど、歩いてたらジェミンがお出迎えしてくれたのでテンション上がりました。幸先が悪くてちょっと不安ですが、これから1時間かけてソウルに向かいます。夜遅く着く予定だったのでケチって宿を取りませんでした。なので今回はチムジルバンに泊まろうと思います。カンナムの方で次の日仕事があったので、カンナム周辺でチムジルバンを探してたんですけど、24時間のところってあんまりなくって、唯一見つけたのがここのサウナでした。着いたのが12時前ぐらいだったので、チムジルバンではゆっくりできなかったんですけど、温泉がすごい広かったのでめっちゃ良かったです。チムジルバンで1泊する場合に1個気をつけないといけないことがあって、睡眠室っていう寝る部屋があるんですけど、そこが女性と男性で分かれてるかっていうのがだいぶ重要で、プラス寝る時に敷くマットがあるんですけど、それがペランペランか分厚いかによってその日寝れるか寝れないかが決まってくるかなと思います。私はチムジルバンを探すときにまずはその2つを見ます。レビューとかにだいたい写真が載ってるんで、それを見漁ってからチムジルバンを選ぶようにしてます。ちなみにここはマットも分厚くて、女性用更衣室の中に睡眠室があったのでめっちゃ安全でした。さあ怒涛の一日が始まります。昨
飛行同行カードを1日分チャージして走り回りました。走ってはないですけど。今回は時間が全然なかったので、私のお気に入りの店だけに行きました。朝ロンドンベーグルに行ったらなんか撮影してたんですよね。誰かわからんかったけど。はい、本当に申し訳ないですが、この辺から縦の動画しかないんです。すいません。アップジョンの方で1日過ごす予定だったので、ロンドンベーグルの土産店に来たんですけど、ちょうどモクトゥイユのコンテンツが上がった後で、前来た時よりウェイティングがめっちゃ増えてたと思います。人気な店舗になっちゃった。まだ食べれてなかったモクトゥユセットを頼んでみました。あとはいつものお気に入りのベーグルです。こうやってトレカとかぬいぐるみ並べて撮ってる人がいっぱいいたんで、前回推し活してる人は見なかったんですけど、やっぱ NCT の影響力ってすごいんやなって思いました。ちなみに私のお気に入りのサンドイッチはこのジャンボンバターサンドです。へちゃんのベーコンポテトサンドイッチもめっちゃ美味しかったです。ただこれ一人で食べようと思うととんでもないボリュームなので、こういうサンド系を1個頼んで普通のベーグルを1個ずつにするか、普通のベーグル1個と、あとスープも美味しかったんでスープもぜひ飲んでみてください。あ、そう、めっちゃおとなしく食べてるじゃないですか。私一人で行ったからカウンター席に案内されるかなと思ったんですけど、席がちょうど行ったタイミングでソファー席しか空いてなくって、一番でっかいソファー席みたいなところに案内されたんですけど、そこで一人で食べてたらまさかの相席になってしまって、なんかすごい寂しい子みたいで気まずかったです。隣がちょうどドヨンさんたちが座った席だったので、空いたタイミングで急いで写真を撮りました。ロンドンベーグルの土産店に行ったらウィグルウィグルは見ないと帰れないですよね。私多分毎回渡韓するたびにほぼ行ってるんですけど、毎回置いてるものが違うんですよ。8月に行った時は真夏やったんで、プールのバッグとかクーラーバッグとか夏仕様の小物がいっぱい売っててめっちゃ買っちゃいました。ミスちゃんたちがクロックスのモデルを始めたじゃないですか。で、私クロックスを買ってしまったんですよなのでそれにつける用のジビッツを買いました。ウィグルウィグルが今店舗がどんどん増えてるみたいなんですけど、インチョン空港とかミョンドンにもあって、でもここの土産店はショールームみたいな感じになってて、実際に売ってあるものが飾ってあって、揃えたらこんな感じなんやろうなとか想像しながらお買い物できます。文房具もいっぱい種類があってお土産にめっちゃいいと思います。あとエコバッグもめっちゃ喜ばれると思います。気づいたらいっぱい袋に入れられてました。せっかくアクジョンに来たので現代百貨店の本店に行ってみました。ここの地下の食品街がめっちゃよくって、流行りの食べ物がいっぱい売ってます。なんでか知らんけど美瑛のコーンパンも売ってました。
で、今回は前にも1回行ったジンジャーベアさんに行ってみました。ここのねパイが美味しいんですよ。スイーツ系が季節によってフルーツが変わるんですよ。で、今回桃があったので桃にしてみました。このバナナプリンもめっちゃ美味しそうやった。ブルーベリーも美味しそう。ちなみにこの名前が付けれるくまちゃんは前ロッテワールド行った時にチャムシル店で買いました。オレンジキャロットジュースを試してみたんですけど、めっちゃ健康的な味でした。超味濃いかったです。美肌になりそう。それと桃のタルト、美味しそう。美味しかったです。なんかこの間プサンで桃食べた時にシャクシャク系の桃やったって言ってたじゃないですか。やっぱりここもシャクシャク系の桃やって、韓国ではこっちの方がメジャーなんかな。柔らかい桃もあるらしいです。じゃーん、並べてみました。このパルミエもパルミエめっちゃ美味しかったです。サクサク系じゃなくて、外はさっくりしてたんですけど中がまさかのしっとりしてて超タイプな生地でした。マッシュルームのパイは橋田さんみたいに割るところを取りました。橋田さんしてますか？桃のタルトは腐ると怖いのでその場で食べました。めっちゃ甘ったるいっていうよりかは、ここのスイーツ系のパイの味付けは程よい甘さ、めちゃめちゃ上品な甘さなんで全然1個ペロッと食べれます。さっき買ってきたウィグルウィグルのクーラーバッグを開封します。実はめっちゃ大きいウィグルウィグルのクーラーバッグ持ってるんですけど、たまに動画に出てくると思うんですけど、あれが L やとしたらこれが M ぐらいで中間のサイズになるんですけど、ここのねクーラーバッグめっちゃいいんですよ。生地がめっちゃ分厚くて保冷効果が結構あります。ちなみに中間のサイズやとベーグルが5個から6個ぐらい入ってプラス保冷剤も入ります。お仕事を2時間ぐらいしてきてオリアンで買い物をして、これは買ってないです。これ持ってるよっていうアピールです。なんと勇気を振り絞ってアックジョンで一人焼肉をしてきました。お店は友情牛カルビさんっていうお店で、いつも手地カルビは私食べて帰るじゃないですか。けどここは牛のカルビ焼肉が楽しめるお店で、しかも安いんですよ。1人前1700ウォン、1万7000ウォンかぐらいで食べれちゃいます。タッチパネルで注文するんですけど、日本語のメニューもあります。ほんまに店員さんがめっちゃ優しくて全部説明してくれました。発見してしまったんですけど、ここねランチもやってて、ミナリユッケ、シェリユッケのビビンバがランチで食べれちゃうんですよ。1000円以下でユッケが食べれちゃいます。このセットもめっちゃお得やと思うので、多分みんな2人以上で行くと思うのでセットメニューも頼んでみてください。じゃーん、これで1人前です。結構量ありますよね。ビビンバも頼みました。で、ここおかずで、基本のおかずでユッケが出てくるんですよ。めっちゃ良くないですか？料金追加したら大皿にできるんやったかな。これはビビンバ頼まないといけないですよね。しかもここのビビンバめっちゃ美味しかったです。大根のキムチみたいなのが入ってて、それがめっちゃ美味しかった。角的じゃない大根のキムチ。一人やったんで食べながら焼くじゃないですか。本当は多分セルフなんですけど、店員さんが様子を見に来て焼いてくれました。お肉はめちゃめちゃニンニク乗ってたんですけど、全然辛くなくって、むしろちょうどいいぐらいの味付けでめっちゃ美味しかったです。1人前ペロリでした。はい。手地カルビの時にも出てくるちょっと酸っぱめのソースあるじゃないですか。あれにつけてごまの葉で巻いて
なんかいろいろ乗せて食べるんですけど、お肉の味がねしっかりしてるんでサムジャンとかもいらなかったです。もちろん葉っぱで巻いて食べるのも美味しいんですけど、このビビンバがめっちゃ美味しくて、焼いたお肉をビビンバに混ぜてユッケも入れて混ぜ混ぜ混ぜして食べてました。超幸せな味がします。はい、第2回戦です。カルビは1人前ペロリと平らげまして、ウサムギョプを頼んでみました。牛の三枚肉ってことですよね。これってチャドルバギとはまた違う部位ですか？めっちゃ美味しかったです。これもヤンニョムウサムギョプって書いてたんですけど、ヤンニョムかかってそうに見えなかったけど、食べたら味付けしてあってちょっとびっくり。なんか何にも味付いてないように見えますよね。めちゃめちゃ美味しかったです。これもただすんごい油やったんで最後に食べてよかったです。もちろんこのお肉もご飯と一緒に食べます。この大根の細切りキムチみたいなのがほんまに美味しくて、お肉とめっちゃ合ってました。次絶対ここのランチ行きます結構ね仕事で疲れてて、で前日も夜遅くに着いたんで疲れてたんですけど、めちゃめちゃ元気が出ました。ニンニクとお肉でマジで何にも変わらへんけど、何回か身だしなみチェックをして最後にマートでお買い物します。ソウル駅のロッテマートがいいところって荷物を無料で預けれるところですよね。一日中持って歩いてたキャリーバッグをやっとロッカーに預けてお買い物をしました。言うて何回も来てるので決まったものしか買いません。前も食べてたここのお餅にはまってしまって、夜遅くに行ったんで残ってるやつがパックになっててちょっと安くなってました。ぜひ食べてみてください。ここのお餅おすすめは黒ごまです。でお父さんの好きな海苔を買って外に出たらなんかやってました。空港鉄道に乗るのかと思いきやロッテのアウトレットに入りますけど、何も買わずに出てきました。何しに行ってんで、なんとこの方お肉とニンニクを食べて元気が出たのか、今度はバスに乗ってミョンドンの方まで行きました。9時ぐらいに着いてすっごい人でした。平日やったのに。皆さんスリには気をつけてくださいね。ミョンドンの屋台って観光客向けで普段売ってないようなもの売ってるからめちゃめちゃ食べたくなりますよね。けどやっぱ高い。でお腹がいっぱいだったので何も食べずオリアンにだけ寄って帰っていきました。ほんまに何しに行ったんやろ。ロッテマートに預けてた荷物を取って空港鉄道にやっと向かいます。こんな感じで顔面が死んでたんですけど、電車に乗ったらまさかの隣に乗ってきた人がウォークのバッグを持ってたんですよ。で思わず話しかけてしまって盛り上がって、私がいっぱい重複してたトレカを1枚あげたら、ウォークのポップアップストアに行ってきたって言って靴ひもくれたんですよ。ありがとう。で帰りになんとジェミンさんがまた見れました。なんかすごい NCT ついてて超疲れてたのに、空港に着いたらなんとイリチルが迎えてくれたんですよ。スマートパスのコラボでイリチルがハイジャックしてたんですけど、第2ターミナルはドリームやったらしい。何にも調べてなかったからめちゃめちゃびっくりして、あ、私のためにって感じでした。で大興奮で写真を撮りまくりまして、私は保冷バッグを持っているので急いでコンビニに向かって氷を買いました。保冷剤がねもうちょっと溶けてたんで。次の日の朝の便で帰るのでお手洗いで洗顔してパックまでして数時間ベンチで寝ました。でなんか知らんけど多分 LCC やったからか、保安検査が出発の5時間前からしか受け付けてくれなくて、4時半まで外のベンチでいました。
朝ごはんに残ったマッシュルームのパイを食べて、5時間前になったので中に入ったんですけど、どうしようかなって思ってフラフラしてたら、ラウンジとかがある階にベンチがいっぱいあって穴場そうだったので、そこで2時間ぐらい寝ました。買ってきたバナナウイを飲んで寝ました。起きたら前にめっちゃ人おってびっくりした。はい、じゃあむくみマックスで日本に帰ります。実は目が悪くて裸眼にすっぴんで、いつも家ではこんな感じです。あんま見せたくなかったけど、今回はお仕事もあったしカメラが壊れてしまったので、めっちゃグダグダな Vlog になってしまったんですけど、またちゃんと皆さんに見せるために Vlog を撮ってくるので楽しみにしててください。以上、グダグダ弾丸韓国旅行でした。また見てね。アンノーン。